皆さんこんにちは。今回は株式投資における知識の勉強会ということで、最近よく登場している指揮法のデータベースによる分析、これの個別銘柄に焦点を当てた回としています。どのような分析を今回は行っていくか。テーマとしては皆さんもよく使う指標の一つ、PER の深い意味。一般的に1株当たりの純利益に対する株価の倍率。どちらかというと受動的な指標に対して、実は深い意味があることを少し皆さんと学んでいきたいと思います。収益評価の実現性はということで、皆さんが投資をする際に自分の思っている収益評価よりも上回っているのか下回っているのか、そんな評価軸で見ることができるかと思います。その例として今回取り上げるのが半導体関連の銘柄。最近非常に波に乗っているグロース銘柄。ですのでバリューの観点からはどちらかといえば割高。PER としては高い数字が出ている銘柄が多いですけれども、それぞれの銘柄についている PER の数字が本当に割高であるのかどうかというのをどのように捉えていけばいいかご紹介したいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。まずは皆さん、企業価値を評価するにあたって、キャッシュフローを用いた評価方法というのはご存知でしょうか？ DCF 法。CF というのはキャッシュフロー。それにディスカウントの D をつけたものですね。ごく簡単にご説明しますと、現時点の企業価値を評価したいので、来年、再来年、あるいは3年後、4年後と企業が存続していた場合に、いくらぐらいのフリーキャッシュフロー、利益をはじめとする営業キャッシュフローから将来の成長のためにあてがう投資キャッシュフローを差し引いたものですね。手元に残ったフリーキャッシュフローというのは自由に使うことができるお金と言われます。それぞれの企業がどれくらい利益を上げれるか、そしてどのような投資活動をしていくかというような観点から将来の予測をしていくわけですけれども、もちろん皆さん1年目の予想をするよりも5年先の予想をする方が難しいですよね。ある一定の年数まで達した、それ以降のフリーキャッシュフローに関しては、もう細かく予想することというのは困難になってきますので、それ以降のフリーキャッシュフローは一定の割合で増えていくというような永久成長率の定義を用いた、そんな前提で計算される企業価値評価の方法ですね。そして1年先、2年先、はたまた5年先、それ以上というのは、それぞれの年数において生み出されるフリーキャッシュフローは同価値ではなく、現在から見たときには割引率を用いたディスカウントですね。例えば5年目の20億というフリーキャッシュフローは今の価値に換算するともっと安くなって、例えば15億であったり12億。そんな風な数字になってくるわけです。例えば1年間の株式投資における期待収益率が 8% だとすると、1年間で 8% ずつぐらいはお金が増えていくというような前提ですので、5年後の20億というのは現在においては 1.08 で5回割り算した価値しかないと、そういう考え方です。この考え方を用いて将来先々で生み出されるフリーキャッシュフローをすべて現在の価値に引き戻した数字、これが現在の企業価値というふうに評価する方法がこのディスカウントキャッシュフローというやり方になってきます。さて先ほどのイメージ図一番右側永久成長率というところがありましたけれども、それ以降はですね定率成長という前提ですので、等比数列の公式、少し算数チェックになってきますけれども、公式を用いることでそこより先の相和というのは求めることができます。これは6年目以降の当期純利益、フリーキャッシュフロー、これに先ほど申し上げた割引率マイナス永久成長率、つまり成長していく永久成長率の当比に対して割引率というのは逆算されてくる方の比率になってくるので差し引きしているというようなイメージですね。それを初項の数字6年目の純利益フリーキャッシュフローにかけることで、それ以降の相和、これを現在価値に割り戻した時価総額の理論値というのが出てくるわけです。ここで一旦話を脇に置いて、一番冒頭で申し上げた PER、投資を始めた時に最初に学ぶ意味合いとしては、時価総額割る純利益。この式をですね、掛け算に直すと、純利益かける PER が時価総額となるわけですね。そうすると、この PER の部分とディスカウントキャッシュフローの上の式、ほぼ同じ形をしている。ピンクの枠で囲った部分だけが違ってくるわけですね。ということは、PER というのは上の割引率マイナス成長率分の1に置き換えることができる。そういうわけです。
そして皆さんもご存知の通り、一般的に PER というのは、数字が高ければ割高、数字が低ければ割安と言われる指標です。この式の中で、割引率という項は、数字が低くなると PER が高くなる。一方で、右側の永久成長率、企業の成長率が高くなると PER は高くなると、そういったそれぞれの構成に置き換えることができます。さて、ここまでの前提を用いて、今回は具体的に半導体関連の銘柄で、今のディスカウントキャッシュフローを用いて PER を推計していく。市場でどれくらいの企業の成長率が織り込まれているかというのをご一緒に計算ご覧いただきたいと思います。冒頭で申し上げたように、指揮法のデータベースを用いますけれども、本の指揮法をご覧いただいている方でしたら、各銘柄上のグラフの横のところに PER、実績値と予想値がそれぞれ出ていますけれども、こちらの数字、まずは一つご確認いただいて、キャッシュフローを用いますので、よく左下の業績のところには目が行くかと思いますが、少し小さくなっているこちらのところ、ここのキャッシュフローの数字を今回の計算をご自身の保有銘柄で派生させて行う際にはご確認いただければと思います。先ほど簡単に営業キャッシュフローと投資キャッシュフローというようなワードを用いましたけれども、キャッシュフロー、資金の流れということで、前提としてごく簡単にどのようなキャッシュフローの状態が好ましいのかというのを先にご説明したいと思います。グレーのラインが売上、そして赤のラインが営業キャッシュフロー。つまり一般的な事業活動を行って得られる収益ですね。それに対して青の線、投資キャッシュフローというのが新規事業を始めたり、新たな工場を建てたりといったような将来の収益のために費やす投資金額ですね。そしてピンクの財務キャッシュフローというのは銀行であったり株式発行などで技術的に資金調達を行う金額となります。そうすると左側導入ステージ、会社を立ち上げて直後、グロース市場に上がっている銘柄たち、あるいはまだそこに達していないような銘柄たちですね。真ん中の成長ステージというのが軌道に乗り始めて、右側成熟ステージに行くと大企業になっている。そんなイメージでしょうか。そうすると、営業キャッシュフローというのは事業活動で得られる収益ですので、やはり企業したてというのは売上が上がっていても、もろもろコストがかかって収益はマイナスになってしまうといったことがよくあるかと思います。ただ将来の成長のために投資も行っていくということで、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフローともにマイナス。その分を当てがうのが銀行からの調達であったり、株式発行などですね。そしてそれぞれ売上であったり、営業キャッシュフローが上向いてきて、プラスに転換することで、財務キャッシュフローというのはだんだんと少なくなっていく。銀行から調達しなくても済むような状態になってくるというのが成長ステージ以降。ただ成熟まで行ってしまうと、投資キャッシュフロー、つまり設備投資などももう行わなくなってくるということなので、今回例として対象にしている半導体関連の銘柄ですと、あまり投資キャッシュフローがプラスになってくるというのは好ましくない。グロース銘柄と言われているところは常に新たな成長機会というのを模索してほしいなと。例えばグロース銘柄で大手企業の場合ですと、このあたり営業キャッシュフローは毎年プラス収益がしっかりと確保できていて、一方で新規事業、あるいは新たな設備投資、成長機会を模索するという意味で、投資キャッシュフローはマイナスになっているような銘柄というのが好ましいといったようなキャッシュフローの見方をします。それぞれの銘柄において事情は様々ですので、必ずしもそうでなければいけないというわけではありませんが、ごくごく一般的に好ましい見方というのはそういった形ですよということですね。それでは今回取り上げる半導体関連の銘柄、代表的な5つを取り上げて PER というのが実際にどのように捉えるべき指標なのか、投資判断を下す際に他の会社の大小と比べるんではなくて、各銘柄でどのように見ていけばいいのかご覧いただきたいと思います。代表的な5社、東京エレクトロン、ディスコ、レーザーテック、ソシオネクスト、信越科学と並べています。そしてそれぞれの現在の PER ですね。数字だけ見ますと一番高いのはディスコの80倍、一番低いのは信越科学の 24.5 倍となっていますが、これだけを見て果たして信越科学が割安でディスコが割高と言えるのかどうか、それを考えたいわけですね。そして2018、19と各年度におけるそれぞれの銘柄のフリーキャッシュフローを示しています。グレーのハイライトと2023年白くなっているところまでが実績値。そして24年のオレンジのところが今進行中のところですね。ここ以降
2025年から33年まで、つまり足元から約10年間数字を計算した上で、その後永久成長率の概念用いることにしています。またソシオネクストだけは上場が2023年なので、それ以前のデータは取れていません。そうすると足元のフリーキャッシュフローの数字見比べていただきますと、一番大きいのは信越化学の8000億、次いで東京エレクトロンの4000億、ディスコが800億、レーザーテック200億でソシオネクストが100億と、どの銘柄も大企業ではありますが、フリーキャッシュフローの規模を見ると、信越化学が一歩頭が出ていて、次いで東京エレクトロンですが、その他3社に関しては桁が一つ落ちるようなイメージです。さて、ディスカウントキャッシュフローという方法を用いますので、先ほどのイメージ図5年でしたけれども、今回は10年ぐらい用いて計算してみますと、こちらの表になります。薄いオレンジのところが全て計算されたものですね。こちら、それぞれの企業の成長率を用いて計算するわけですけれども、とある仕掛けがありますので、それを後ほどご説明したいと思います。さて、それぞれのキャッシュフロー、10年先まで予想を立てた上で、現在価値に割り戻して企業価値を計算しますと、それぞれの数字が出てくるわけですね。例えば東京エレクトロンですと21兆、そして一番右側信越化学も21兆と、大体同じような規模感になっています。ディスコは6兆6000億、レーザーテックが1兆5000億、ソシオネクストは4750億と出てきました。ここからですね、それぞれの企業の負債額というのを差し引きして、これを元に PER というのを計算すると、ピンクでハイライトされた部分の数字になってきます。これは企業価値から負債を除いた金額を今足元の純利益で割り算した時の数字になってくるわけですね。そうすると、現在足元の PER、銘柄名の一つ下、緑でハイライトされている実際の PER の数字と、今ディスカウントキャッシュフローの方法を用いて算出したピンク色のセル、この数字が各銘柄ともかなり近いものになっているというのがお分かりいただけると思います。さて、ディスカウントキャッシュフローで計算した部分というのは2024年から33年までの10年間、そしてその先の永久成長、この未来のフリーキャッシュフローがどれくらいになるかというのを各銘柄で計算したのがポイントですね。それ以外は別に特段何もしていません。そうすると先ほど申し上げたからくりというのは、この計算過程において各銘柄で計算に必要な数値を定義していった、その中に含まれているわけですね。そして現行の PER と計算上の PER がほぼ同じような数字になっている。その計算過程のからくりというのがこちら。各銘柄で一番右側のディスカウントキャッシュフローによる PER を求めるまでの過程で必要な数字というのは、期待収益率とフリーキャッシュフローの成長率、つまり2024年から33年まで平均するとどれくらいの割合で成長していきそうか、半導体業界はどれくらい市場規模が膨らんでいくか、あるいはその銘柄が担っているような事業がどれくらい成長見込みがあるか、そのような数字を各銘柄で定義していく。そして11年目以降というのは永久成長率を用いるわけですが、結局差が出ているのはこのフリーキャッシュフロー、10年間の各銘柄の利益水準がどれくらい大きくなっていくかという見極めの部分に関してだけで、永久成長率に関しては 0% を用いています。11年目以降は成長が見込めないということかと一見思われるかもしれませんが、そういうわけではなくて、11年目以降となってくるともう全然わからない未来になってくるわけですね。例えば2012年と言いますと12年前ですけれども、この時に日経平均が8000円台をつけていた。これが今4万円をつけているというのをさすがに予見できる人というのはあまりいないかと思います。例えば4万円つけるぞと言っている人がいても、大方の人は何言ってるんやあいつと。5倍ですので、今の水準感から言えば単純に5倍して20万になると言ってるような人なので、それが実現するかどうかは別として予想の精度としてはあまり信憑性はないわけですね。それぐらい先の未来において成長率云々を何%か定義するというのはあまり意味がないことということで、ディスカウントキャッシュフロー法を用いた企業価値の計算においては、たびたび永久成長率の部分は 0% と置かれることがよくあります。ただし、これは日本においてデフレ環境下だったので別に0でもよかったんですが、インフレ率が 2%、3% というのが向上化するようになるんであれば、ここはそれなりの数字、例えば一般的なインフレ率を用いる。
そういったことを考慮した方がいいような要素が永久成長率となります。さて、市場期待収益率 8% と定義しているこちらに関しても、今回は簡便的なやり方、銘柄分析、初めて動画にしますので、皆さんにわかりやすく、どの部分の要素が今回私たちが計算している PER に効いてくるのかどうかというのを直感的に把握していただくために、株式市場における期待収益率も 8% で一律にしています。ただし、ここに関しても個別銘柄それぞれで見ていたときに、当然半導体銘柄と例えば食品の銘柄であったら、投資家が期待する収益率というのはそれぞれ違いますし、それがよく言われる株主資本コスト、当チャンネルの他の動画でも題材にしましたけれども、そういった計算をすることというのがここにもつながってくるわけですね。今回は分かりやすくするためにこちら一般的な市場期待収益率 8%。つまりはフリーキャッシュフロー各年度における金額を現在の価値に割り戻す際に1年あたり何%割引率として用いるか。これが 8% という数字になっています。そして東京エレクトロンはフリーキャッシュフローの成長率 14%、ディスコは 20% と一番高くて、一番数字が低いのは信越価格の 7% となっている。この設定をカモラレは勝手にやってんねんと思われるかもしれませんが、これは勝手にやっているわけではありません。ちゃんと一番右のディスカウントキャッシュフロー法による PER が足元の PER に近い数字になるように再三からくりと申し上げている数値をそれぞれの銘柄でこのフリーキャッシュフローの成長率のところに設定しているわけですね。今後10年間平均の年率でこれぐらい成長しそうだと見込まれている数字がこちらになります。どういうことかと言いますと、これが一番今回の動画で大事な内容ですけれども、PER というのはあくまでマーケットがその企業の収益に対してつけている評価ですので、その収益が年率何%で先々成長していくか膨らんでいくかということと PER の工程というのはリンクしてくるというわけですね。ですので縦軸に PER の倍率、横軸にパーセント単位の成長率というのを当て込んだときに、先ほどの表のように割引率 8%、永久成長率0と設定すると、このようなグラフがプロットされてくるわけです。この上で現行の PER がそれぞれの銘柄、例えば東京エレクトロンは50倍近く、ディスコは一番高くて80倍、レーザーテックは70倍、ソシオネクストは45倍程度、そして信越価格が一番下25倍となっているこの PER ですね。これをこちらのグラフ確認した上で、それぞれの銘柄がマーケットで何%の成長率を期待しているのかなというのが PER からわかるわけですね。それは PER の本質的な意味として、マーケットが評価する銘柄の収益の価値ですので、当たり前のことを言っていると言えばそれまでなんですけれども、こちらのグラフに変換して落とし込むことによって何がわかるかと言いますと、市場における各銘柄の利益成長率の織り込み具合がわかるわけです。そうすると、例えば一番下の信越価格だと 7.5% ぐらいの年率成長。一方でディスコは 20% ぐらいの年率成長を期待されているというのが分かってくるわけですね。そこまで織り込んだ上での株価が今ついていますよということです。そこで各銘柄の今のグラフで出てきた織り込み済みの成長率を用いて計算された最初のフリーキャッシュフローの10年間の表ですね。これをグラフに直してご覧いただきますとこちらになります。まずは絶対金額のフリーキャッシュフローを用いて推移をご覧いただきますと、2024年中ほどのところからは10年間予想の数値となっていますので、だんだんと企業成長していく。その過程においてそれぞれの銘柄の成長角度についてはバラバラになっている。先ほどご覧いただいたプロット図の成長率になっているわけです。そしてこのグラフをどのように見るか、簡易的なものですけれども、例えば2023年のところまでは実績値を用いているわけですので、左側ですね、コロナ期間が始まったぐらいの時というのは、ジグザグしててちょっと参考値にならないとして、21年から22年、23年、この期間においても半導体銘柄のフリーキャッシュフローというのは年々膨らんできていたわけですね。そしてこの膨らみ方というのが信越価格であったり東京エレクトロンのグラフ、一番わかりやすいですけれども、結構大きな角度で膨らんできていたわけです。それが2024年以降ですね。例えば東京エレクトロンだと
年率 14%、信越価格だと年率 7% の成長率を織り込んでいったグラフ。この角度をご覧いただいても、この2銘柄というのは2021年から23年の成長率よりはなだらかな成長率になっているわけです。ですので、この半導体の業界が今 AI ブームになっていて、その恩恵を受けて本当に市場規模が膨らんでいく、そのような段階にあるのであれば、各銘柄で設定している年率の成長率でも実現不可能ではないわけです。なんなら過去2年の成長率よりもなだらかになっている分、多少リスクも織り込んであり得るような数値になっているわけですね。例えば一番 PER の高いディスコ、オレンジのグラフですけれども、フリーキャッシュフローの数値としては、東京エレクトロンや信越化学の規模感には今及びませんが、年率 20% の成長で進んでいけば、ご覧のような推移で、10年後にはフリーキャッシュフローの規模が今の東京エレクトロンぐらい出せるような銘柄に育つんではないかというふうにマーケットで織り込まれている。それがディスコにおける年率 20% で PER が80倍という数値に現れているわけです。当然ですね、今こちらのグラフは絶対金額でご覧いただいていますので、企業規模感というのがわかりますけれども、よく足元のところを100に直して比率でグラフ見ることあるかと思いますけれども、そういうふうにフリーキャッシュフローの成長率だけを各社グラフに比較しても、これは当然ですね、PER の高い順に並んでくるわけです。ディスコ、レーザーテック、東京エレクトロン、信越化学と PER が高い、つまりマーケットで期待されているフリーキャッシュフローの成長率が高い順にグラフは引かれるわけですので、一般的に PER が高い低い A 銘柄よりも B 銘柄の方が高いな、あるいは低いなと比較して言ってしまっているのは、このグラフを上から順番に並べた時に高い低い言ってるのと同じなんですね。それよりは絶対金額でグラフにした左上のものの方が盛り込まれている収益の実現可能性がどれくらいなのか、グラフの傾きを見れば、その企業にとって難しいハードルなのかというのが一目瞭然ですし、例えばディスコという銘柄が高い成長率を今後記録できるのか、その実現性に関しては、東京エレクトロンや信越化学の規模感を比較したときに、まだ伸びしろ余地があるなというのがわかるわけです。では、右下の成長率の推移、足元の数字を100にしたときに、フリーキャッシュフローがどれくらいの比率で伸びていくかというグラフ。この右下のグラフに何の存在価値があるのかと言いますと、他社比較をするんではなくて、例えば200になる地点というのはどれくらいなのか、つまりフリーキャッシュフローが倍増していく期間までどれくらいかかるのか、ディスコだと 4,5 年あたり、一方で信越化学だと10年後までかかってしまう。例えば10年後、それぞれの銘柄を見たときには、レーザーテックはフリーキャッシュフロー5倍まで膨らむんじゃないか。あるいはディスコはそれ以上6倍、7倍の間までフリーキャッシュフロー収益を伸ばせるんではないかと。そんな風に見ることができるわけですね。ということで今、フリーキャッシュフローの成長率を各銘柄で設定することによって、PER という数字がマーケット、株式市場において各銘柄の収益に対してどのように織り込まれているのか、グラフご覧いただいたときに、本当にその実現性はあるのか、そういうことが確認できる指標であるというのをご紹介してまいりました。銘柄分析最初ということで非常に簡易的に市場の期待収益率というのは1年あたりの割引率ですね。そして永久成長率のところも0と一般的な数字をそれぞれ用いておりますけれども、今後はですね、このあたりも各銘柄で具体的な数字用いながら、そうするとですね、当然この赤丸の両サイドの数字が各銘柄設定されるようになってくると、真ん中のフリーキャッシュフローの成長率というのも数字変わってきますので、より精緻な銘柄分析が行えるようになるということですね。今後指標分析を行っていくにあたって、このあたりも各銘柄精緻に数字を入れていきたいと思いますので、当チャンネルの銘柄分析、長い目でですね、これからも投資のご判断に役立てたいと思われる方はぜひチャンネル登録と高評価していただければ幸いです。最後簡単にこれどのように使っていけばいいのか、今週の喫緊のテーマを用いながらご説明しますと、例えばアメリカの消費者物価指数、全然下がってこない。もう利上げは必要ないと思われていますけれども、次利下げに転じるにあたってどのタイミングで行うことができるのか。果たしてパウエル議長 FRB は本当に利下げに転じることができるのか、だいぶ先までできないんではないかと。それぐらい消費者物価指数というのが高止まりしているというのが今週出てきました。そうするとですね、利下げができないということなので、
グロース銘柄にとっては逆風、かなりマクロ要因ですけれども、こちらのフリーキャッシュフローの成長率というのが近い年限、例えば利下げが半年伸びる、1年伸びるとなると、キャッシュフロー予想の手前の年数のところが成長率下がりますので、平均としても下がってくる。となると、理論上の PER の数字というのも下がってきてしまうということなので、どれくらい株価にインパクトがあるのかというのが想定できる。そして、実際マーケットでつけるグリーンのハイライトの PER ですね。このあたりの数字と自分が思っているインパクト、それぞれの銘柄、自分はこれぐらい成長率が下がると思っている。そうすると推定の PER としてはこれぐらいなのに、マーケットではそれよりも下がっているのであれば、自分の中では割安になっているわけですね。逆にマーケットの PER が自分の計算よりも高いままであれば、それはマーケットの織り込みが足りないのか、あるいは自分がマイナスのインパクトを計算に入れすぎているのか、そのような判断ができるわけです。例えばもう一つ、半導体関連の工場を日本あるいはアメリカで建てるとなると、たくさん補助金がもらえる。つい先日もアメリカで TSMC 台湾の半導体メーカー、補助金がたくさん出ることが決定しましたけれども、こうなるとですね、今度 TSMC 社からより多くの受注が受けられるような銘柄に関しては成長率を引き上げていく。そうすると計算上の PER というのも増えていくわけですね。それと実際のマーケットの反応、これによる PER の変化というのを見て、自分の考える各銘柄の評価と割高なのか割安なのか、そんな風に使うことができる。これが PER の本質的な深い意味になってきます。そして大変申し訳ないんですけれども、カモーラではいつも校長先生のように話が長いので、昨今話題になっている TSMC、あるいは NVIDIA、ヨーロッパでは ASML といった欧米アジアの主要な半導体メーカーの収益予想、こういったところが直近更新されてきていますので、これをもとにですね、日本の半導体企業に当てはめたときに、本当にその PER の数字が割高と評価されるべきなのかどうか、そこまで発展させてご紹介したかったんですけれども、それはちょっと長くなりましたので、次回以降ということで、楽しみにお待ちいただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。